11歳の時に撮った写真がある。それは空っぽの冷蔵庫の写真で、光る電球が一つ、三つの棚が空で、6ブロック先のファーストフード店から持ち帰った一つのケチャップパケットがある。私はその写真を9日目に撮った。残りは21日だった。母はパリにいて、クロワッサンを食べ、エッフェル塔の前で自撮りをし、私の存在を知りながらも気にしない男と恋に落ちていた。彼女は20ドルと暗証番号のないデビットカード、そして今でも夢の中で聞こえる言葉を私に残した。あなたはもう大人よ。大げさにしないで、私は11歳だった。彼女が帰ってきた後、日焼けし、微笑みながらデザイナーのスーツケースを2つの引いて玄関に入ってきた。その結果は、私たちのキッチンテーブルに座っている児童保護サービスの職員と、看護犬の命令に反応した裁判官の姿だった。しかし、先を急いではいけない。話を続ける前に、この物語があなたの人生の何かに響くなら、少し時間をとっていいねと登録をしてほしい。どこから見ているのか、そこの時間はいつなのかコメントを残してほしい。私はいつもそれを読んでいる。私の名前はエリーゼ。今は24歳だ。今から、母が20ドル札を手渡して31日間出て行った6月の火曜日に戻ろう。しかし、その夏に戻る前に、理解しておくべきことがある。私は24歳の時に、ジャニーン・ホールを含まない生活を築いていた。彼女を嫌っていたからではなく、ようやく息をすることができたからだ。私は町の東側の小児科クリニックで、無助手として働いていた。小さなオフィスで、良い人たちと、まずまずの保険があった。駐車場に面したスタジオアパートに住んでいて、それは一見落ち込むものに聞こえるかもしれないが、電気が止まってしまった家で1ヶ月過ごした後では、誕生日キャンドル以外に光がない家よりもマシだった。作動する街灯のある駐車場。これが贅沢だった。私の朝はシンプルだった。コーヒー、トースト、バスで仕事へ。電話を受け、カルテを整理し、実際に親が来る子供たちのために予約を取った。その皮肉は、最初は理解できなかった。すべてが再び崩れ始めたのは、10月のある木曜日だった。私はクリニックを5時15分に出て、鍵を手に持ち、冷蔵庫の残り物のパスタのことを考えていた。そして、彼女を見た。駐車場で私の車の横に立つ女性。記憶よりも痩せていて、髪は根元と少し違う色に染められていた。かつては良かったはずの服を着ていた。多分、2、3年前のものだ。自分の母を認識するのに、4秒もかかった。彼女は微笑んだ。その微笑み、いつも何かを必要としている時に見せるものだ。こんにちは、ベイビー。大人になったね。私たちの間に3メートルほどの距離があった。手が震えていることに気づかず、鍵が手のひらに食い込んでいた。彼女は首をかしげ、声を柔らかくして、何度も見た動作をした。重要でなければ、こんなに遠くまで来ないわ、エリーゼ、知っているでしょう。私はそのことを知らなかった。私が知っていたのは、この女性が私の近くに立っていた最後の時、私の体重は67ポンドで、裁判官が介入しなければならなかったことだけだった。しかし、彼女の話は続いた。彼女の2文目が全てを物語った。あなたに手伝ってほしいことがあるの。そんなに時間はかからない。13年間の沈黙。そして彼女は願いを持ち出した。今なら車に乗って立ち去るべきだったとわかる。今ならそう思う。しかし、見えない存在で育つと、誰かに見られることが起きると、たとえそれが間違った誰かであっても、体が凍りつく。私は彼女を自分のアパートに招待しないことだけはできた。私たちはクリニックから2ブロックのコーヒーショップへ歩いた。私はブラックコーヒーを注文し、彼女はオートミルクと泡をたっぷりのバニララテを注文し、バリスタに古い友人のように微笑んだ。彼女は世間話から始めた。私の仕事、私のアパート。ああ、健康そうで、素敵ね、13年遅れの褒め言葉が、その声には届ける権利がない。私は待った。長くはかからなかった。ジャニーンは介護施設の職を申し込んでいた。患者ケアに関する何か。
バックグラウンドチェックで彼女は引っかかった。州の中央登録に記録があった。子供のネグレクトが彼女のファイルに記載されていた。私の名前。彼女は雇われなかった。彼女は前に身を乗り出し、声を低くして、手紙を書いてほしいだけなの。状況は誇張されていたって言って、あなたは大丈夫だったと言った。彼女はラテをかき混ぜながら、目を真剣に向けて待っていた。そして彼女は言った。エリーゼ、あなたは私に借りがあるの。あなたが11年間屋根の下で過ごしたのを忘れないで。私も間違いを犯したけど、あなた一人だけが苦しんだわけじゃない。私は彼女のカップの中で泡が渦を巻くのを見つめ、瞬間的に24歳ではなく11歳になっていた。空っぽの冷蔵庫の前に立って、光とケチャップパケットだけ。数週間誰も住んでいない家の匂い。彼女は、間違いと言った。それは交通事故のような軽い口調で。私は返事をせずにコーヒーショップを出た。説明もせず、議論もせず、ただ立ち上がり、コーヒー代の$4をテーブルに置いて外に出た。駐車場を横切るとき、彼女が私の背中を窓越しに見つめているのを感じたが、振り返らなかった。車に乗り、キッチンの床に座り、キャビネットに背を寄せて、息を整えるために20分ほどそのままにしておいた。それからデスクの下の引き出しを開けた。税金のファイルやアパートのリースの元に、花柄のカバーがあり、色あせたピンクと黄色のノートがあった。背表紙は3カ所で割れていた。私は何年も触れていなかった。その隣には、サンドイッチバッグに入れられた私の親指ほどのサイズの USB ドライブがあった。ノートを手に取り、最初のページを開いた。字は小さく、鉛筆で書かれ、文字は少し右に傾いていて、子供が強く押しすぎて震えないようにしている時のようだった。1日目、母が出て行った。$20、その一文を3回読んだ。ジャニーンは、真実が誇張されていると言わせたがっていた。31日の不在と$20は誤解だと、オハイオ州に手紙を書くように求めていた。だから、日ごとに正確に私が書いた真実をあなたに伝えよう。この日記は私の命を救い、彼女の人生を破壊した。しかし、6月に戻る前に、なぜ誰にも電話をかけなかったのか、なぜ毎晩日記を書き、6ブロック先のダラーショップまで歩けた女の子が、電話を持って助けを求められなかったのかを理解する必要がある。その答えはシンプルで、物語の最も辛い部分だ。私は、上よりも救われることの方が怖かった。母はそれを確実にしたのだ。ジャニーンを理解するには、彼女を他の人が見たように想像する必要がある。美しく、整っていて、いつも食卓で一番に笑う人。彼女は部屋に入ると、誰もが彼女を待っていたかのように感じさせる才能を持っていた。親の教師会議、彼女が参加した稀な場面で、教師たちは彼女を愛していた。あなたの母はとても優しいですね。そう言われ、私は微笑んだ。そう、優しい、けでのジャニーンは別の周波数だった。大声ではなく、暴力的でもなく、ただ欠席しているようだった。まるで、いつも別の部屋に立っていて、私を含まない人生のバージョンを見ているかのように。彼女は人々に自分がシングルマザーだと言い、すべてを犠牲にしたと言っていた。そして、外から見ただけでは、信じられた。彼女は不動産事務所で電話を受けて、疲れて帰り、安いものを再加熱していた。その部分は本当だった。シングルペアレントであることは過酷で、そのことを軽視するつもりはない。しかし、外側が決して見せなかったことがある。私が8歳の時、4日間続いた熱があった。2日目にジャニーンは友人の誕生日パーティーがあり、冷めたスープを鍋に残して、カウンターの薬を飲んで、と言い、緊急事態じゃない限りは電話しないで、と言った。熱は緊急事態じゃないのよ、エリーゼ。学校が親の会議をスケジュールした時、彼女は現れなかった。私は先生に母が夜勤をしていると伝えた。彼女はしていなかった。ただ行きたくなかっただけだった。ある時、彼女が同僚と電話で話しているのを聞いた。シングルマザーでいることは世界で最も大変な仕事だと彼女は言った。その後、軽やかな笑い声を上げた。
私はキッチンで一人、夕食を食べていた。他に何もなかったからシリアルを食べていた。彼女は大変さを理解していたが、ただそれをしたくなかった。1週間働いて、エリースが食べられるようにしているのよ。せめて、一晩くらい外に出たいと思っても、私を責めないでほしい。それが彼女の口癖だった。あまりにも頻繁に言ったので、何回言ったか数えるのをやめた。10歳の時、キース・バラードが現れた。彼は中規模の保険会社で働いていて、銀色のセダンを運転し、週末にはポロシャツを着て、デパートの香水の匂いを漂わせていた。彼は私に対して意地悪ではなかった。それは説明しやすかったのに、彼はただ私を見ていなかった。私は家具の一部のようで、廊下のランプのような扱いを受け、ジャニーンが本当の人生に向かう途中で避けるべきものだった。彼が立てた計画はすべて、私を含まないもので、新しいイタリアンレストランを試してみよう。今週末は見に行こう。ワインテイスティングを予約しよう、というようなものだった。ジャニーンは一度も彼を訂正しなかった。週末が変わり始めたのは金曜日の午後だった。ジャニーンは準備を始める。カーリングアイロンを使い、素敵なブラウスにガーデニアの香りの香水をつけて。キースのエンジンが9時に駐車場でうなる音がした。ドアが閉まり、車が走り去る音が聞こえ、何もない静寂が続く。最初は、近所のプリチャード夫人に私の様子を見に来てもらっていた。彼女は猫を飼っている退職した女性で、バードフィーダーを持っていた。土曜日の朝、彼女がノックして、何か必要かと尋ね、時にはマフィンを持ってきてくれた。しかし数ヶ月後、ジャニーンは彼女にも頼まなくなった。私は10歳、金曜日の夜から日曜日の夜まで一人だった。私はラーメンの作り方を学び、アラームをセットし、二重に鍵をかけることを覚えた。ある晩、ジャニーンは私を学校に迎えに来るのを忘れた。完全に忘れてしまっていた。彼女とキースはコカでディナーを食べていた。私は暗くなるまで2時間ベンチに座っていた。セキュリティガードがついに彼女に電話をかけてくれた。彼女は笑顔で車を止め、ガードに言った。ああ、今日は仕事がめちゃくちゃだった。ごめんなさい。車の中では沈黙。謝罪の言葉もなく、エンジンの音だけが響いた。キースの香水が助手席に残っていた。私も幸せになりたいの、エリース。自分の人生を生きることで、私を悪く思わないで、その秋、私は日記を書くことにした。誰かに言われたわけではなく、書き留めておかないと、私の現実が消えてしまう気がしたからだ。私を存在させてくれる唯一の人が、祖母のルース・ペリーだった。小さい頃、キースが来る前の毎週日曜日、ルースおばあちゃんは私を迎えに来て、彼女の家に連れて行ってくれた。彼女の小さなキッチンは、いつもバターとローズマリーの香りが漂っていた。彼女が料理をしている間、私はテーブルで本を読んでいた。時にはグレービーをかき混ぜながら、語彙のクイズをしてくれた。彼女は紫色の蝶のデザインの日記を買ってくれた。大切なことを書きなさい、彼女は言った。特に難しいことをね、しかし、ジャニーンとルースはうまくいかなかった。それは私が9歳の年から始まった。ルースは日曜日のランチの後、ジャニーンを脇に呼び、静かにだがはっきりと言った。ジャニーン、あなたはその子を必要なように育てていない。それが終わりだった。ジャニーンは沈黙のまま私たちを家に連れて帰った。翌週には、ルースの番号は家庭電話から消えていた。私は祖母の住所を訪ねたが、ルースは古い家を売り、小さな場所に引っ越していた。ジャニーンは言った。あなたの祖母はもう会いたくないと言っていた。私は9歳で、母を信じていた。それは真実ではなかった。ルースは何度も私たちの家に訪れ、ドアをノックしていた。ジャニーンは、のドアを開けなかった。ルースは毎年誕生日カードを送ってくれたが、ジャニーンはそれをすべて奪い取った。私はずっと後になってそのことを知った。そしてそれを知ったとき、私の中で何かが割れてしまった。3回のノック。ドアベルが1度、2度、3度鳴り、そして静寂。ルースが手にカードを持ってポーチに立っている姿が浮かぶ。
決して開かれないドアを待っている。あなたの祖母は有害よ。すべてをコントロールしたがる。それが私が彼女と縁を切った理由よ。私たちのために。私たちのために、彼女はいつも自分のことを、私たちと言っていた。まだ本当に怖くはなかった。それが訪れたのは7日目だった。5日目、私はプリチャードさんのドアをノックした。3回ノックして待った。さらに3回ノックして待った。彼女の車は駐車場に見当たらず、ブラインドは閉まっていた。私は日記から1枚ページを破り、メモを書いた。プリチャードさん、2軒隣のエリーゼです。帰ったら電話をください。それをドアの下に滑り込ませ、家に帰った。彼女からは電話がなかった。後で、彼女がミシガンにいる息子を訪ねていたことを知った。6月の1ヶ月前、隣人は消えていた。6日目、家の電話を手に取った。何も期待していなかったが、試してみた。耳に当てても、何も聞こえなかった。ダイヤルトーンも静電気もなく、ただの死んだプラスチックだった。その日、7回耳に当てた。7回目が違うかもしれないと思ったからだ。ジャニーンが電話代を払っていなかった。もしかしたら忘れたのかもしれない。そうでないかもしれない。どこかに歩いて行けたはずだった。警察署はおそらく12ブロック先にあり、そこがどこかは知っていた。スクールバスで通ったことがあったからだ。靴を履いて、ドアの前に立ち、ノブに手をかけたとき、彼女の声が聞こえた。君は連れ去られる。グループホームに。誕生日もクリスマスもなく、誰も君を欲しがらない。私は靴を脱ぎ、床に座り、カーテンの光がオレンジ色に変わるまでそこにいた。夜、私はラップトップを開いた。ジャニーンが置いていった古いデスクトップコンピューター。Wi-Fi は死んでいたが、キッチンの裏壁に近くに座ると、隣人の無防備なネットワークからかすかな信号が漏れ出してくることがあった。十分な時間を待てば、一つのページを読み込むことができた。ジャニーンの共同名義の銀行口座を確認した。私の名前が技術的には載っている口座だ。ロックされたデビットカードにつながっている。残高はゼロ。彼女は出発する前に最後の40ドルを引き出していた。7日目、私は怖いが、誰にも話せない。そうすれば、すべてがさらに悪化するからだ。残りは11ドル。11ドル、あと24日。9日目には、体が私に文句を言い始めた。思うような空腹ではなく、ランチを飛ばした程度のものではない。お腹の奥に座り込んで、低い周波数の痛みを伴うものだった。私は1日1食しか食べていなかった。パンがあればピーナッツバターサンドイッチ、なければソラーメン。冷凍ピザは3日目にすべて食べ終えていた。10日目、私はダラーストアに歩いて行った。7ドルと小銭が残っていた。ラーメン、パン、もう1瓶のピーナッツバターが必要だった。計算していると、レジ近くのディスプレイラックを通り過ぎた。使い捨てカメラ、3ドル99セント。なぜそれを手に取ったのかはわからない。いや、実はわかっている。理由ははっきりしていた。ジャニーンが帰ってきたとき、彼女は私が嘘をついていると言うだろう。私が大げさに言っていると。彼女は目を転がし、家にはずっと食べ物があったと言うだろう。私は彼女がそれをするのを見てきた。実際に起こったことが現実でなくなるまで、物語を再構築する。今回は違った。私はカメラを買った。家に帰ると、冷蔵庫を開けて写真を撮った。空っぽの棚、一つの電球、3日前に歩いて行って1ドル70セントで小さなフライドポテトを買ったファストフード店のケチャップパケット。コンピューター画面に映った銀行の明細書、ゼロ。ストーブの横にかかっているカレンダー、毎日が鉛筆で消されていた。プリチャードさんのドアの下に残したメモも、隙間からまだ見えていた。12日目、電気が消えた。警告もなく、ただ暗闇が広がった。冷蔵庫のハム音が消え、家は静まり返り、自分の心臓の鼓動が聞こえた。ジャニーンも電気代を払っていなかった。私は不要な引き出しの中に誕生日キャンドルの箱を見つけた。
10歳の誕生日から残った12本。彼女が唯一ケーキを用意してくれた誕生日だった。1本を灯し、キッチンテーブルに座って日記を開いた。キャンドルの光が壁に大きな影を作る。すると、コンピューターにウェブカメラがあることを思い出し、UPS のバッテリーがまだ充電されていることに気づいた。私はラップトップを開き、録画ボタンを押した。何を話すかを計画していなかった。ただ話し続けた。12日目。暗いです。電気が消えました。カメラに話しています。誰もいないからです。ファイルはハードドライブに保存された。何の価値があるのかはわからなかった。ただ、声がなく暗闇の中に一人でいるのは嫌だった。自分の声でも。キャンドルは4本残っていた。13日目、教会を見つけた。南に4ブロック、ランドリーマットと自動車部品店を過ぎた場所に、手書きの看板が、コミュニティミール、土曜日午前11時と書かれたレンガの建物があった。私は学校の日に何度も通り過ぎてきたが、一度も気に留めたことはなかった。その土曜日、午前10時50分に現れ、歩道に沿って伸びた行列の最後尾に立った。誰も私の名前を尋ねなかった。11歳の子供が一人で食料の行列にいる理由も尋ねなかった。背が高かったからか、13歳か14歳だと思われたのかもしれない。もしかしたら、尋ねることで余計な気を使いたくなかったのかもしれない。緑のエプロンをつけた女性が紙袋を渡してくれた。パン、2缶のスープ、1つのリンゴ。彼女は本物の笑顔を私に向けてくれた。ジャニーンの笑顔とは違った。私はその場で泣きそうになった。頬の内側を噛んで、血の味がするほど我慢した。土曜日、パン、缶スープ、リンゴを手に入れた。教会の女性が私に笑いかけてくれた。泣きそうになった。そして2日後、隣人の Wi-Fi 信号がまた漂ってきた。キッチンの床に座り、ジャニーンのソーシャルメディアページが読み込まれるのを待った。4分かかった。そして彼女がそこにいた。ローマ、黄金の光。サンドレスを着たジャニーンが、ジェラートのコーンを持ち、キースが言った何かに笑っている。コロッセオが背景にぼんやりと映っていた。彼女のキャプションは、最高の人生を送っている。ハッシュタグユーロトリップハッシュタグ恵まれている。次の写真は、白いテーブルクロスのあるレストランのパティオ。キャプションは、家にいる赤ちゃんが恋しい。お土産を持って帰るのが待ちきれない。私が恋しい。彼女は私が恋しいから、電話の代わりに投稿した。私が恋しいから、作動する電話番号を残さなかった。私が恋しいから、出発前に銀行口座を使い果たした。私は泣かなかった。スクリーンショットを撮った。17日目、母が写真を投稿した。恵まれていると書いてあった。私は暗闇の中で缶スープを食べた。残り11日、彼女は帰ってくる。彼女が築いてきたすべて、イメージ、物語、他の人が信じていた自分自身のバージョンが崩れ落ちる。しかし、それは私のせいではなく、私の6年生の先生のせいだった。学区は6月の終わりに2週間の夏の拡充プログラムを実施した。私は学びたくて申し込んだわけではない。昼食が出るから申し込んだのだ。25日目、プログラムの初日。私は持っている中で一番綺麗な服を着て、以前よりもゆったりとした T シャツと、ベルトループに紙ゴムを使って締めたジーンズを履いて学校へ歩いた。あの月の間、いつも歩いていたように、一歩ずつ、もう一歩と、エネルギーを節約するようにゆっくり歩いた。その日は33度、胸に乗るような暑さだった。体育のため外に出て、先生が周回を走らせた。トラックの半分を走ったところで、視界の端が白くなり、地面が傾いた。膝が崩れた。草に倒れたことは覚えていない。目を開けると、保健室にいて、冷たい布が額に乗せられ、テーブルにはクラッカーの箱と、すでにストローが刺さったジュースボックスがあった。そばには、長い間誰も私を見ていなかったような目で私を見守る女性がいた。ヘレン・ウィットフィールド先生、6年生の英語の先生だった。彼女は頭にリーディンググラスを押し上げていて、
首には鍵のついたランヤードがかかっていた。彼女は怖がっていないようだった。集中しているように見えた。本当に誰かが私に注意を向けているという集中だ。エリーゼ、これまでどれくらいこういう食生活をしていたの？私は答える代わりにクラッカーに手を伸ばした。彼女はしばらく待ち、再び私は数を数えていたから知っている。彼女は私の肩に軽くて安定した手を置き、あなたは正しいことをしたわ。今、私はあなたを助けるからと言った。彼女は立ち上がり、壁にかかっている電話のところへ向かった。彼女はダイヤルを回したが、私の母親には電話をかけなかった。彼女がかけたのは、児童保護サービスだった。翌朝、その人たちはやってきた。ドナ・チェイスは、軍の子供と家族サービス局のケースワーカーだった。40代半ば、短い茶色の髪、白いブラウスの上にネイビーブルーのブレザーを着ており、まるで制服のようだった。彼女はクリップボードとキャンバスバッグを持って、9時15分に私の家の前のドアをノックした。後ろにはホイットフィールド夫人が一歩下がって立っていた。私はドアを開けた。背後の家は、私が言えなかったすべてを物語っていた。明かりはなく、電気はまだ切れたまま。室内の空気は、数週間もきちんと開けられなかった家のように、重苦しく暖かかった。キッチンのカウンターには、シンクの隣に空のスープ缶が3つ並んでいた。ゴミは外に出されておらず、私は裏のゴミ箱の蓋に手が届かなかった。ドナ・チェイスは驚かなかった。おう、神様とも言わなかった。ただ、まるで部屋を読み取るように、ゆっくりと家の中を歩いていった。冷蔵庫を開け、カレンダーを見て、消された日付を確認した。鉛筆で26日が書かれていた。それから彼女は私に向き直った。エリース、何か記録はある。書き留めたものや保存しているものは、私は自分の部屋に行き、花柄のジャーナルを持って戻った。色あせたピンクと黄色のそれを彼女に渡した。ドナはそれを開き、最初の行を読み、ページをめくり、次を読んだ。彼女は長い間口を開かなかった。ただページをめくり続けた。それぞれの日付が書かれ、誰にも話す相手がいなかった子供によって慎重に鉛筆で書かれた内容が続いていた。彼女が顔を上げたとき、目は赤くなっていた。私は使い捨てカメラを見せ、22枚の録音を持っていることを伝えた。ノートパソコンのフォルダー、ウェブカメラの録画を見せた。暗闇の中の12日目。15日目、静かに。20日目、ほとんど囁き声。ドナはすべてのページの写真を撮った。カシャカシャという音が、数週間の間でその家で最も大きな音だった。彼女はホイットフィールド夫人を向いていった。これは、私が見た中で、これほど詳細に記録された子供のケースの一つです。彼女は自分がケースを作っていることすら知らなかったのです。そして彼女は私の目の高さまでひざまずいた。エリース、あなたは問題ではない。あなたは何も悪いことをしていない。それを理解してほしい。私はうなずいた。声を信じることができなかった。私たちはあなたのおばあちゃんを見つける。ドナ・チェイスはその日の午後、3回の電話をかけた。ルース・ペリーを見つけるのに1時間もかからなかった。彼女は15分の距離に住んでいた。同じ郡内、コミュニティガーデンの近くの2部屋の賃貸住宅。彼女はそこに3年住んでおり、ジャニーンに連絡を絶たれてからずっと、私に連絡を取ろうとし続けていた。ドナがそれを確認した。送られた手紙、返送されたカード、無視された訪問。ジャニーンは私と本当に気にかけてくれる唯一の人との間に壁を作っていた。そして彼女は私に、それが逆だと言っていた。27日目、ジャニーンの帰国4日前。私は玄関の階段に座っていて、車が近づいてきた。古いモデルの青いセダン、綺麗な車だった。運転席のドアが開き、一人の女性が降りてきた。銀色の髪を低い三つ編みにし、首にメガネをかけ、スニーカーとジーンズ、私が小さい頃から着ているようなカーディガンを着ていた。彼女は私を見つけると、動きを止めた。片足は歩道に、もう片方は道路の中に残して。手を口に当て、そのまま止まっていた。
私は痩せていた。彼女はそれをドライブウェイから見て取った。T シャツ越しに鎖骨が見えていた。ショートパンツは腰の位置が低く、彼女は私のところへゆっくりと歩いてきた。私が消えてしまうのではないかと恐れているようだった。すると彼女は私を抱きしめ、私はその香りを嗅いだ。バターとローズマリー。6歳、7歳、8歳の頃と同じ匂い。彼女のキッチンでの日曜日の朝。グレービーの上の語彙の言葉。私はもう二度と戻らないと思っていた香り。私はここにいるよと彼女は言った。離れない。彼女はその日の午後、緊急貢献権の書類にサインした。私はリュックサック、ジャーナル、カメラ、ウェブカメラのファイルをコピーした USB ドライブ、そして着替えを2着詰め込んだ。それが私にとって大切なすべてだった。車の中で、ルースはトランクを開けた。中には、ティッシュペーパーが入ったギフトバッグがあった。それを私の膝の上に置いた。私は毎年あなたの誕生日プレゼントを保管していたの。希望を持ち続けていたの。バッグの中には、9歳の誕生日からの5枚の誕生日カードが入っていた。1枚1枚が青いインクで署名されていた。同じ文面が書かれていた。愛してるよ、エリース。私はまだここにいる。ジャニーンが私に見せることを一度も許さなかった5枚のカードだった。その夜、ルースの家で私は9時間ぶっ通しで眠った。30日間それをしていなかった。彼女は朝、スクランブルエッグを作り、私の皿の横にオレンジジュースのグラスを置いたが、私が欲しいかどうかは尋ねなかった。彼女は私の向かいに座り、私が食べている間、何も言わなかった。彼女は話す必要はなかった。ただそこにいてくれればよかった。そして彼女はいてくれたが、時間は迫っていた。その日の午後、ドナ・チェイスがやってきた。彼女はキッチンテーブルでルースと座り、私は隣の部屋にいた。ドアは開いていて、私は聞いていることを隠そうとはしなかった。ドナはそれを気にしないようだった。ファイルは開かれたとドナは言った。児童のネグレクトが確認された。ホルさんが帰国した際には、私たちのオフィスが連絡を取ります。地元警察とも連携を取っています。空港で彼女を出迎える者はいません。私たちはそういうやり方をしないのです。しかし、彼女が家に到着すると、誰かがそこにいます。ルースはうなずいた。彼女の顎は緊張していた。エリースはどうなるの？あなたは一時的な緊急保護を受けています。それは家庭裁判所の公聴会まで有効です。私たちが記録した内容から、私は裁判所が長期的な措置を正式に決定することを期待しています。私は廊下の床に座り、膝を抱えた。すべてが聞こえていた。そして、私の中で2つのものが戦っていた。私の一部はそれを望んでいた。彼女のしたことを見て、それを声に出して言ってほしいと望んでいた。裁判官、ファイル、記録、私がドラマチックではなく、これが現実で、重要であるという証拠が必要だった。そして、もう一方の私、心の中で彼女を母と呼び続けているその部分は恐れていた。これが起きると、もうごまかしはできなくなる。疲れたシングルマザーで、静かな子供というバージョンに戻ることはできないのだ。この瞬間、あなたは正義を求めつつ、それに対して同時に恐れを抱いたことはありますか？誰かに責任を取ってほしいと思いつつ、でもその理由が自分であってほしくないと思ったことはありますか？その気持ちがわかるなら、コメントで教えてください。11歳の私は、その感情に名前をつけることができなかった。ただ、手が震え続けることだけを知っていた。3日間。3日後、彼女はドアを通ってやってくる。すべてが彼女が去った時と全く同じであることを期待して。7月4日、独立記念日。こんなことは作り話ではない。ジャニーンの飛行機は午後4時17分に着陸した。私はその正確な時間を知っている。なぜなら、ドナ・チェイスがルースに確認の電話をかけたからだ。私はルースの家のポーチの階段に座り、隣家の子供たちがドライブウェイに線香花火を準備しているのを見ていた。2軒隣でホットドッグが焼かれる匂いがした。どこかの通りで、誰かがボトルロケットを打ち上げ、
犬が吠えた。室内では電話が一度鳴った。ルースはそれを取った。わかりました。ありがとう。彼女はスクリーンドアのところに来た。ドナがポジションにいると言っている。エリース、私と一緒にここにいて、私はうなずいた。私がそれが起こったとき、そこにいなかった。これか。静寂が続く中、ジャンニンはキッチンに足を踏み入れた。31日間、私が感じていたのと同じ沈黙が家を包んでいた。彼女はキッチンの角を曲がり、立ち止まった。そこにはダナ・チェイスがテーブルに座っていた。穏やかな表情で、手をマニラフォルダーの上に重ねていた。その横には私のジャーナルが開かれ、中間のページが見える。写真が整然と並べられていた。冷蔵庫、カレンダー、残高がゼロの銀行明細書、ウェブカメラからの静止画。暗闇の中、ノートパソコンの光に照らされた私。シャツの下には骨が浮かび上がって見えた。無表情の警官が後ろのドアの近くに静かに立っていた。ダナが顔を上げる。ホルさん、どうぞお入りください。ジャンニンは動かなかった。彼女の脳内で、今この瞬間がどうにかして書き換えられようとしているのを想像する。彼女はこの状況を理解しようとし、主人公であり続けるバージョンを探していた。しかし、それは見つからなかった。3秒間の圧倒的な沈黙。誰も息をしていなかった。キッチンで唯一の音は冷蔵庫のハム音だった。私が31夜にわたって聞いていたのと同じ音だ。2日前、ダナが電力会社に連絡して電気を復旧させた。家の中は明るく、すべての細部が見える。一瞬、ジャンニンのスーツケースが床に落ちて、そのハンドルがタイルに当たった。いや、これは起こってはいけないことだ。ダナの声は変わらず、冷静で、プロフェッショナルな響きを持つ。まるで叫びよりも大きく響くような落ち着き。お母さん、座ってください。私たちは質問があります。ジャンニンの後ろからキースが廊下に現れた。警官を見て、テーブルの上にある写真を見て、一歩後退した。彼女はどこにいる？ジャンニンの声が震えたが、それは心配からではなかった。彼女が私に向けて心配する声は聞いたことがない。これは、観客が変わったことに気づいた瞬間の音だった。私の娘はどこ？ダナ・チェイスは瞬きもせずに答えた。あなたの娘は安全です。ホルさん。彼女は約48時間前から安全です。これが1ヶ月ぶりのことです。ジャンニンは座り込むと、彼女の人生でずっとやってきたことを始めた。涙が一気に流れ出した。3秒で、完璧にタイミングが合っている。指先で目の下を押さえ、必要のないマスカラを守るかのように。しかし、彼女の目は周囲を探っていた。ダナの顔、警官、写真。それは計算されていた。エリーゼは誇張する傾向がある。彼女はいつも敏感だった。おそらく、ダナが写真を持ち上げたとき、エリーゼはドアに出なかったのだ。冷蔵庫の中身は空っぽで、光る電球とケチャップのパケットがあった。これは誇張ですか？ホルさん、ジャンニンはそれを見つめ、目をそらした。私はシングルマザーなの。どれほど大変かわかる？彼女の声が高くなる。私は週に50時間働いている。休みが必要なの。一度の休みが、警官が初めて口を開く。静かだが、部屋を満たすような重みがあった。お母さん、あなたは未成年の子供を31日間、20ドルと動作する電話もなく放置しました。それは休みではありません。ジャンニンの口が開いたが、何も出なかった。その瞬間、ダナがテーブルの上のノートパソコンを回転させ、ファイルの再生ボタンを押した。私の11歳の声が暗闇の中で響く。12日目。暗い。電気が消えた。カメラに話しかけているのは、他に誰もいないから、動画は41秒間再生された。私の顔が画面に照らされ、シャツの下には肋骨が見えていた。テーブルの後ろには誕生日のろうそくが半分に溶けていた。ジャンニンは顔を背けた。彼女は、申し訳ありませんとも、なんてこととも言わず、見たくないものから目をそらした。それが痛みを伴うからではなく、証拠だからだ。ホルさん、
理解してほしいことがあります。ダナは言った。私たちは、リーゼの通報を受けてここにいるのではありません。私たちの目的は、彼女の教師が植えている子供を見たからです。次に起こったことは、手続き的で、方法論的な静かな壊滅だった。ダナ・チェイスはジャンニンに、児童家庭サービス局が正式な案件を開いたことを伝えた。子供へのネグレクトが確認された。彼女の名前は州の中央登録簿に記録され、医療、教育、保育、介護など、脆弱な集団に関わる職業の雇用主がアクセス可能な永久記録となる。家庭裁判所の聴聞会は14日以内に予定され、エリーゼ・モンロの一時的な緊急保護権はルース・テリー、母方の祖母に移譲された。こんなことはできないとジャンニンは言った。彼女の声は小さく、しぼんでいた。彼女は私の娘なの。それは裁判所が決定します。お母さん、キースは廊下に立ち尽くしていた。彼は座らず、到着して以来一言も口を開かなかった。今、ダナが彼に向き直る。バラードさん、あなたの名前は子供の生活状況を知っていた同居成人として記録されています。そして、海外旅行にも参加していました。我々はあなたの声明も必要です。キースの顔色は灰色になった。知らなかった。彼女には手配があると思っていた。あなたが購入した2枚の航空券です。バラードさん。あなたのクレジットカードで。取引記録もあります。キースはジャンニンを見た。そこには愛も怒りもなく、冷静に最寄りの出口との距離を測る男の目があった。キース、ジャンニンの声には、私が子供の頃に知っていた鋭さがあった。私のそばにいなさい。さもなければ、キースは何も言わず、床を見つめ、その沈黙の中で二人の間に何かが壊れた。劇的でもなく、喧嘩によるものでもなく、静かにひびが入った。氷が池の上で割れるように。彼は翌週、自分の弁護士を雇った。別々の弁護を受けるために。彼は自分の名前を彼女のファイルから消したかった。関係は終わったが、別れによってではなく、責任評価によって終わった。ダナはキッチンのテーブルに一枚の紙を置いた。聴聞通知、その音は木に触れた時ほとんど何も聞こえなかった。多くに対する神の囁き。しかしジャンニンにとって、それはまるで裁判官の土の音のようだった。私は彼女に全てを与えたとジャンニンは言った。誰にでもなく、部屋に向かって、全てを。そしてこれが私に返ってきたもの。家庭裁判所の聴聞会は水曜日の朝、床ワックスと長時間放置されたコーヒーの匂いが漂う建物で行われた。私はルースが先週買ってくれた青いポロシャツを着ていた。彼女はその朝、それをアイロンがけしてくれていた。襟から立ち上がる蒸気を見ながら、彼女が丁寧にプレスしている姿を思い出す。重要なことのために準備をするかのように。彼女は私たちをラジオなしでダウンタウンに運転した。私たちは、にも話さなかった。次の2時間が私たちの代わりに多くを語ることになるので、話すことはほとんどなかった。ジャンニンは、私たちが入るとすでに席についていた。彼女には弁護士がいて、グレーのスーツを着た男性で、キースが連絡を絶つ前に支払ったものらしい。ジャンニンの髪は後ろに束ねられ、口紅を塗っていた。ここでも、今でも、彼女は観客に向けて演じていた。家庭サービス局を代表する軍の弁護士はサンドラ・ウェブという名の女性で、50代半ばの、チェーンのかかったメガネをかけていた。彼女の話し方は、ダナ・チェイスが報告を書くときと同じだった。清潔で、事実に基づき、装飾のないものだった。彼女は私のジャーナルを読み上げた。1日目、母が去った。$20、部屋は静まり返った。7日目。怖いけれど、誰にも言えない。そうすると、すべてがもっと悪くなるから、私は手を見つめていた。12日目。電気がない。ゴミ箱の中に誕生日のろうそくを見つけた。4本残っている。傍聴席の誰かが席を移動した。それが唯一の音だった。25日目。今日は気を失った。先生が助けてくれた。彼女が私を大丈夫かと尋ねてくれたのは初めてだった。サンドラはジャーナルを置いた。
法廷には、誕生日のろうそくを手にした暗闇の中に一人でいる子供を思い描く人々の静かな沈黙があった。マーガレット・ヘインズ判事がメガネの援護士にジャンニンを見つめた。ホルさん、このジャーナルのいずれかの記述に意義がありますか？ジャニーンの弁護士が身を乗り出し、何かを囁いた。ジャニーンは姿勢を正し、いいえ、裁判官と答えた。判事はうなずき、では、ホルトさん、あなたが娘のために残したデビットカードはどこですか？それは彼女の名義でした。彼女はアクセスできたのです、と続けた。そのカードはロックされていました、ホルトさん。暗証番号は、子供に提供されていませんでした。それをご存知でしたか？ジャニーンは口を開こうとしたが、何も出てこなかった。壁の時計が5回音を刻むまで、判事は再び口を開かなかった。私はこの法廷で19年も勤めています。ハインズ判事は言った。この日記は、私が今まで未成年者から受け取った中で最も説得力のある証拠の一つです。彼女は一瞬間を置いた。ドラマのためではなく、重みのために。裁判所は次のように判断した。エリーゼ・モンロー、未成年者の完全な法的監護権はルース・ペリーに即時に移譲される。ジャニーン・ホルトの親権は終了とはされなかった。それは別の手続きだが、彼女の監護権は剥奪された。エリーゼの同意がある場合のみ、月に2回の面会が許可される。子供のネグレクトが確認されたという記録は、州の中央登録簿に永久に残る。医療、教育、社会福祉、高齢者介護、子供のケアの職場で行われるバックグラウンドチェックではそれが見える。期限はなかった。知識のある同居成人として名前が挙がったキース・バラードは、未成年者のネグレクトを疑ったことを報告しなかったとして、無監視での接触を禁止された。ジャニーンは被告の席に座っていた。彼女の弁護士が彼女の肩に手を置くと、彼女は泣いていた。今回は本物の涙だった。私はその違いを知っていた。なぜなら、11年間、偽物の涙を学んできたからだ。彼女の涙は、何かを手放していくのを見つめる人のものだった。しかし、彼女が悲しんでいたのは私ではなかった。それは、物語を形作る力だった。それが彼女を壊した。法廷を出ると、ジャニーンは廊下に現れた。ルースは私の手を握りしめ、前を向いたまま歩き続けたが、ジャニーンは私たちの進路に踏み出した。彼女は私を見つめ、一瞬、もしかして、今なら、と思った。あなたが幸せであることを願っている。それが全てだった。ごめんなさいでも、大丈夫でも、あなたを失敗したでもなく、あなたが幸せであることを願っている。彼女は私のそばを通り過ぎ、彼女の香水の香りが漂った。高価な、そして新しい香りだった。私を養うはずのお金で買った旅行の産物。ルースは私の手を一度強く握り、私たちは歩き続けた。ルースの家は小さかった。2つの寝室、1つのバスルーム、シンクの上にトマトの植物が並ぶ窓のあるキッチン。豪華さはないが、現実があった。最初の朝、私は卵がフライパンに割れる音で目を覚ました。キッチンに入ると、トーストと卵、ジュースのグラスが置かれていた。ルースはすでにテーブルに座り、まるで普通の火曜日のように新聞を読んでいた。私がそこにいたかのように。あなたの一日はどうだった？彼女は毎晩尋ねた。私は時には、良かったと言い、時には、悪かったと言った。彼女はどちらにしても聞いてくれた。彼女は一度も、私が大げさだとは言わなかった。その後の年は、ただ過ぎ去った。7年生、9年生。私は本当の友達を作り始めた。学校のクリエイティブライティングクラブに参加したのは、ある先生が私の言葉の使い方を認めてくれたからだ。2年生の頃、私は学校の雑誌に短編小説を提出し始めた。最終学年では、エッセイコンテストで優勝した。ルースはその証明書を冷蔵庫に貼り付けた。それは昨年の感謝祭にもまだあった。彼女は裕福ではなかった。26年間郵便局で働いた年金で生活費を賄っていたが、冷蔵庫にはいつも食べ物があった。電気も常についていた。
そして毎年の誕生日には必ずケーキが用意されていた。私は18歳になり、卒業し、仕事を始め、夜間のコミュニティカレッジに通い、20歳で自分の場所に引っ越した。それはルースのキッチンと同じくらいのスタジオだったが、リースは私の名義で、ドアは内側から鍵がかかっていた。ジャニーンは電話をかけてこず、手紙も書かず、監視付きの面会にも一度も現れなかった。私はそれが彼女が私を愛していないことを意味するのか疑問に思った。最終的には、それがいつもと同じ意味であることに気づいた。私は彼女の役に立つ時だけ、彼女にとって有用だった。22歳で小児クリニックの仕事に就き、チャートを整理し、電話に応対し、不安な親たちが子供をチェックインするのを手伝った。私は何年もその日記を開いていなかった。引き出しの中で静かに、まるで火災警報器が壁にあるように。必要になるまで、その存在を考えもしなかった。しかし、10月のある木曜日、ジャニーンが私の車のそばに立っているのを見て、理解した。警報が再び鳴ろうとしていることを。彼女が気づくと思った。あのコーヒーショップから何も言わずに出て行った後、私は思った。これで終わり。13年間の無意味な時間が、また無意味に戻るだろう。ジャニーンは人を切り捨てるのが得意だった。ルースに対しても、友人に対しても、同僚に対しても、それを見てきた。彼女も私に同じことをすると思っていた。しかし、そうではなかった。コーヒーショップの翌日、見知らぬ番号からのメッセージが届いた。話がしたい。お願い、エリーゼ。それだけが私の願いだ、3日目。永遠に無視できないよ。私はあなたの母親だ、5日目。彼女はルースに電話をかけた。ルースはその晩、私にそのことを話してくれた。彼女の声は、怒っているけれども叫ばない特有の平坦なトーンだった。ジャニーンは電話で泣いていた。ルースに、私は冷酷で、恩知らずだと言っていた。彼女が求めているのは、正すチャンスだけだと、ルースは聞いていた。そしてこう言った。ジャニーン、あなたには11年間のチャンスがあった。今、私は電話を切る。彼女は電話を切った。しかし、7日目、ジャニーンは別のアプローチを見つけた。彼女は私の同僚の一人、フロントデスクのダナを Facebook で見つけ、プライベートメッセージを送った。私の娘に電話をかけるように言ってください。私は彼女の母親で、彼女は私と話をしようとしない。私が何を間違えたのかわからない。ダナは昼休みに私にそのスクリーンショットを見せてくれた。彼女は不快そうだった。私はそれに応じなかったが、あなたにはこれを見せるべきだと思った。私はそのメッセージをじっと見つめた。何を間違えたのかわからないという言葉が、私の胸に刺さったように感じた。心のどこか、11歳の頃の部分が囁いた。ただ書類にサインして。彼女が望んでいるものを与えて。簡単だから。今は大丈夫。もう関係ない。しかし、その夜、私は家に帰り、引き出しを開けた。日記を取り出し、12日目を開いた。明かりはなかった。おもちゃの引き出しの中に誕生日キャンドルを見つけた。4本残っていた。それは今も重要だった。私は変わった、エリーゼ。彼女の最後のメッセージはこう読んでいた。でも、あなたは私にチャンスを与えようとしない。それはあなたについて何を示すのか、それは、私が11年間かけて叩き出されたことをついに学んだということだった。私はノーという権利がある。月曜日の朝、私は古いコミュニティカレッジの法的支援クリニックに電話をした。そのクリニックのことは、2年間毎学期彼らのオフィスの前を通り過ぎて知っていた。学生と卒業生のための無料相談。以前は必要なかったが、今は必要だった。私のケースを引き受けた弁護士の名前はポール・ベケット。30代後半、ワイヤーフレームのメガネをかけた、ブラックコーヒーを好むタイプで、耳の後ろにペンを挟んでいるような人だった。彼はすべてを聞いてくれた。テキストメッセージ、Facebook のメッセージ、コーヒーショップでの遭遇。彼は冷静で正確な質問をした。驚いた様子はなかった。
私たちは停止命令の手紙を送ることができます。彼は言った。これは裁判所の命令ではありませんが、正式に通知を行います。もし彼女が再度直接連絡を取ったり、第三者を介して連絡を取ったり、職場に現れたりした場合、私たちは接近禁止命令を申請します。彼はうなずいた。そして、追加すると言った。手紙は認証郵便で発送され、配達証明を要求した。ポールは私に、まるで静かな水面に石を投げ込むような言葉を伝えた。たとえ私がジャニーンの書類にサインをしていたとしても、記録の抹消はほぼ確実に却下されただろうと。州の中央登録所での実証された調査結果を覆すには、被害者の手紙だけでは不十分であり、重大な新たな証拠が必要なのだ。ジャニーンはただサインすれば全てが消えると言っていたが、そうはならなかった。彼女は再び私を操っていた。一つのパフォーマンス、私に従わせるための新たな脚本が必要だったのだ。プリンターが動き、ペンが紙を引っかき、封筒がしっかりと封じられた。私はその手紙を書くことで彼女を傷つけようとは思っていなかった。彼女に知ってもらうために書いたのだ。グループホームを恐れていた小さな女の子は、もうここにはいない。手紙を郵送してから5日後、ジャニーンが私の職場に現れた。月曜日の朝9時。私は受付で患者の記録を入力していた。待合室は半分埋まっていた。母親が膝の上で幼児をあやしている。老人が雑誌をめくっている。耳栓をして腕を添えた青年。前のドアが開いた。外からの冷たい空気が流れ込んできた。駐車場とは違う。痩せて髪は乱れ、目の周りは赤く腫れているジャニーン。しかし、それは本物か演技かはわからない。彼女はシワのあるコートと、財布と合わないスニーカーを履いていた。人生と戦いながら、まるでレフェリーを責めているかのように見えた。今すぐ話をしなければならない。あなたが私の話を聞くまで、私はここを離れない。幼児の母親が顔を上げる。青年は片方のイヤフォンを外した。私は立ち上がった。私がしなかったことは、叫ばなかったこと、泣かなかったこと、謝らなかったこと、電話を取らなかったこと。私は、子供の予約が火曜日に変更されたことを親に告げるときと同じ声の大きさで話した。ジャニーン、あなたには5日前に停止命令の手紙が送付されました。あなたは私の職場にいます。一度だけお尋ねします。出て行ってください。彼女は、ジャニーンと呼ばないでと言った。私はあなたの母親です。私は彼女を直視した。11歳の頃にはできなかった視線で、13年間学んできた目で。母親は、11歳の子供を$20と電話なしで1ヶ月も放置することはない。あなたは13年前、法廷でその称号を失ったのだ。待合室は静まり返った。幼児を抱いていた母親は子供を胸に引き寄せた。老人は雑誌を下げ、青年はじっと見つめている。誰も動かない。ジャニーンは、その沈黙の中心に立ち、口を開いても何も声が出なかった。私のオフィスマネージャー、リンダが裏の廊下から現れた。彼女はすべてを聞いていた。彼女はジャニーンと受付の間に立ち、腕を組んだ。お客様、今すぐここを出て行ってください。さもなくば警察を呼びます。ジャニーンは部屋を見回し、誰か味方をしてくれる人を探していた。母親、老人、青年。誰も動かない。彼女は振り返り、出て行った。ガラスのドアは柔らかい空気の音を立てて静かに閉まった。私は座った。手は安定していたが、心臓はそうではなかった。しかし、必要なかった。声を上げる必要はなかった。真実は、囁かなくても十分に大きいのだから。リンダは、ジャニーンの車が駐車場を出る前に警察の非緊急ラインに電話をかけた。それは劇的なものではなかった。サイレンも手錠もなく、40分後に警官が来て、私の証言を取り、私が仕事のカバンに入れていた停止命令のコピーを受け取って記録した。停止命令の違反として文書化され、軍の弁護士事務所に回付された。警官は、私と同じくらいの年齢で、単発で穏やかな眼差しを持った女性だった。彼女は平易に説明した。
もし再び何らかの形であなたに連絡してきた場合、対面、電話、第三者を通じてでも、接近禁止命令を請求できます。その時点で、さらなる接触は犯罪問題となります。私は事件報告にサインした。彼女は私のコピーを引きちぎった。薄い紙で、強く押しすぎると滲むタイプのものだった。ダナは警官が去った後、水のコップを持ってきてくれた。彼女は私のデスクの隣の椅子に座り、何も言わずただ座っていた。時には、何も修正する必要がない時に、存在するだけが最良のことなのかもしれない。私は昼休みにルースに電話をかけ、エンジンを切った車の中で駐車場に座っていた。終わったよ、グランマ、一瞬の静寂の後、ルースの声が返ってきた。温かく、確信に満ちた声で、必要なことがついに起こった時のいつもの声。よいわ。今晩は夕食に帰ってきて。あなたの好きな料理を作るから、私は何度も考えた。もし誰も私を見ていなかったら、どんなだっただろうと。ウィットフィールド夫人が看護師室で私の隣に膝をついてくれなかったら、ドナ・チェイスが正しいページをめくってくれなかったら、ルースが電話を取ってくれなかったら。人はいつから見えなくなるのだろう。私は以前は、誰かがようやく自分を見てくれた時だと思っていた。しかし今は、隠れるのをやめた時、受付のデスクで立ち上がり、真実の文を声に出していい、謝らないその瞬間だと思う。私は24歳で、初めて目立たない演技をやめたのだ。私は終わった。ジャニーンに何が起こったのかをお話ししましょう。喜びのためではなく、結果が一部の人々にしか聞こえない唯一の言語だから。介護施設での仕事、彼女が13年後に戻ってきた理由は、消えた。州の中央登録所の調査結果により、彼女は脆弱な人々を扱う職の背景確認を通過できなくなった。医療、教育、子供の世話、高齢者の介護、すべてが無理になった。彼女が私を探しに来た理由は、彼女が決して元に戻せないもので、私がそこに置いたものではない。判事が証拠に基づいてそうしたのだ。私が意図せずに作り出していた証拠だ。停止命令の違反は、に記録されていた。もう一件の事件があれば、私は接近禁止命令を請求する理由を持つことになり、それが新たな法的記録を生む。別の背景確認での別のフラグ。もう一つの扉が彼女の後ろで閉まった。キース・バラードは行方不明になった。13年前の初回の後半の週に別の州に消え、自分の弁護士を雇い、できる限りジャニーンの名前から自分の名前を切り離した。彼らの関係は喧嘩で終わったわけではない。それは請求可能な時間で終わった。ソーシャルメディアのアカウント、ハッシュタグや祝福されたセルフィー、そして、私の娘がいなくなった、というキャプションのついたものは削除された。ラナはクリニックで数人にその Facebook のメッセージについて言及した。それがクリニックの外にいる数人に伝わった。小さな町では、情報は噂の速度で広がる。ジャニーンが数十年かけて築いてきたイメージ。献身的な母親、自己犠牲的なシングルペアレントの姿は消え、彼女はもうそれをうまく回せなかった。なぜなら、パリでのハッシュタグ私の最高の人生から、友達のアパートの借りた部屋で雇われずにいるまでの髪の足跡があったからだ。私が彼女を攻撃したからでも、暴露したからでもなく、私はただ脇に立って、彼女が13年間逃げてきた結果がようやく追いついたのだ。私は彼女の人生を壊したわけではない。彼女は13年前に自分の選択をしたのだから。私はただ彼女と結果の間に立つのをやめただけだ。3週間の静寂。私はついに終わったと信じ始めていた。しかし、火曜日の夜にルースから電話がかかってきた。あなた宛ての手紙が来たわ。彼女はそれを私の住所に、直接私宛てではなく、ルースを通じて送った。技術的には違反ではなかった。ジャニーンは、彼女が曲げることを許可する規則の境界を常に正確に理解していた。私はその晩、ルースのところに向かった。封筒はキッチンのテーブルの上にあり、手書きで私の名前が曲線で書かれていた。私は立ったままそれを開いた。親愛なるエリーゼ、私は間違いを犯したことを知っています。
完璧ではなかったことも知っていますが、私は今もあなたの母親であり、これからもそうです。いつかあなたが私を許す心を見つけてくれることを願っています。私は変わりました。私たちが再び家族になることを望んでいます。お母さん、追伸、私の記録に関する手紙を再考してくれればとても感謝します。そして、謝罪の手紙の本当の目的、謝罪が包み隠していた部分が明らかになる。もう一つのお願い、もう一つの形、もう一度。彼女は私に何かをして欲しかったのだ。口紅でサインしていた。冗談ではない。インクでもペンでもなく、口紅だ。まるで休暇中に友人に送ったハガキにサインするかのように。彼女の謝罪も、一つの演技だった。私は返事をしなかった。破り捨てることも、燃やすこともせず、手紙を折りたたみ、封筒に戻し、机の引き出しに入れた。日記の隣に、5年間大切にしていたルースの誕生日カードの隣に。もし彼女が再び戻ってきたら、私は望んでいない証拠をもう一つ手に入れることになる。引き出しは静かに閉まった。同じ引き出し、同じ日記。しかし、今度は何を残すかを決める違う女の子。これを話しているのは、10月の土曜日の朝。暑すぎて持てないコーヒーを片手にスタジオアパートに座っている。冷蔵庫を開けた。ミルク、卵、ほうれん草、木曜日の残りのパスタ、先週の日曜日にルースが持ってきたスープ、2つのリンゴ、1塊のチーズ。真夜中に開けて、電球とケチャップのパケットしか見つからなかった時のことを思い出すと、満たされた冷蔵庫の意味がわかる。今、冷蔵庫の扉を開けて食べ物を見つけるたびに、胸の中で何かが解放される。11歳の時からずっと締め付けていた筋肉が。私はジャニーンを憎んでいない。憎しみには手間がかかるから、もう彼女のための場所は作らない。家の中にも、心の中にも、冷蔵庫の中にも。毎週日曜日、ルースと夕食を共にする。彼女は72歳で、今でもトマトの庭を手入れしている。今日はどうだったと電話のたびに尋ねてくる。冷蔵庫に何かを貼り付けるのも変わらない。先月は、私が送った感謝のカードを貼っていた。理由はない。ただそうしたかっただけ。私はクリニックで働いている。カルテを整理し、親が子供をチェックインするのを手伝う。時には、疲れ果て、怖がっている母親が入ってくる。私は温かい笑顔を向けて、急がなくて大丈夫です、という。子供が周囲の大人たちが自分に注意を向けているかどうかを見守っている様子を知っているからだ。ルースが一度言ったことを思い出す。教会は人を締め出すために作る壁ではない。そこにはあなたが鍵を持つドアがある。これをよく考える。もしこれを聞いていて、自分が暗い家にいた子供だったり、自己中心的と呼ばれるのを恐れている大人だったりするなら、伝えたいことがある。それは、私が一生待ち望んでいた質問を持ったジュースボックスとともに、看護師のオフィスで膝をついてくれたホイットフィールド先生が教えてくれたことだ。今は誰も守らなくていい。真実を伝えて、私の冷蔵庫は満杯だ。電話も正常に機能している。ドアには私だけが制御できるロックがある。私は24歳で、ついに完全に自分の居場所に帰ってきた。心の底から、完全に自分の家に帰ってきたのだ。それが私の物語だ。憐れみを求めて話しているわけではない。黙っていることがジャニーンのような人たちが頼りにしているものだから、もう黙るのはやめだ。これがあなたに届いたなら、いいねとチャンネル登録をしてほしい。今日、誰かに聞いてほしいと思ったら、共有してほしい。そして、裏切りだと呼ばれた誰かとの境界線を引かなければならなかったことがあるなら、コメントで教えてほしい。私は一つ一つ読んでいる。説明欄には、家族に結婚式から消されそうになった女の子の物語が待っている。彼女が現れた時に何が起こったのか。さあ、また会おう。